おはようございます。めぐりかみたちです。今日は大きいアーティチョーク、アーティショーカミューのトルネの仕方を解説していきます。その後、そのトルネしたアーティチョークを使ってアーティショーアライタリエンを紹介します。以前にもアーティショーポアブラードを使ってアーティショートルネを紹介しましたが、大きさが違うのでまたやり方が変わります。それでは一緒にアーティショートルネしていきましょう。まず最初にボウルに水を入れたところにレモン汁を絞って用意しておきます。このレモン汁を入れる効果ですけども、色が変わるのを防ぐためです。アーティチョークはなるべく硬いものを選んでください。それではまず茎の方から外していきます。このように手で折ってください。このように折った時にこんだけ繊維が出てきます。これもし包丁で切ってしまうとこの繊維が食べるところに残ってしまいますので、大きいアーティチョーク、アーティショーカミューをトルネするときはこのように手で折ってください。包丁を使ってトルネし出す前にガクの部分を数枚取り外します。硬い部分のガクをこのように折ってから引っ張って取り外します。ある程度取れたらここからはよく切れる包丁を使ってトルネしていきます。ここで一番重要なことはよく切れる包丁を使う、ただそれだけです。包丁を細かく前後に動かしながら左手でアーティチョークを回してトルネしていきます。この右上に出ている写真の青で囲んでいる部分が食べられる部分になります。この形を頭に入れて包丁を動かしてトルネしていきます。トルネし終わった断面が色が変わってしまいますので、レモン汁を軽くつけときます。底の部分が終わったので、続いて側面の部分をトルネしていきます。これも同様に包丁前後に動かしながらよく切れる包丁でトルネしていきます。トルネするポイントですけども、この青で囲んでいる部分を想像しながらこの形に合うようにトルネしていきます。基本的にアーティショーカミュー、大きいアーティチョークはだいたいこの形になっていますので、この形を頭に入れてトルネしていきます。一旦剥き終わったらまたレモン汁をつけます。色の変わりを防ぐためです。この基本的にアーティショーカミュー、大きいアーティチョークは緑色の部分ですね、濃い緑色の部分は食べれませんので、きれいにトルネして取り除いてください。ここまで来たら上の部分を切り落とします。ちょうど真ん中に見えるふわふわの部分ですね、これをフランス語ではフォアンと言います。最後余分な硬い部分をきれいにトルネして、これでアーティショーカミューのトルネの完成です。この後スプーンもしくは QL アパリジャンを使って中のフォアンを取り除いていきます。このようにスプーンを使って取り除いていきます。きれいに中のフォアンを取り除いて、これでアーティショーカミュー、大きいアーティチョークのトルネの完成になります。それではもう一つアーティショーカミュートルネしていきます。このように手を使って包丁を使わずに茎の部分を折ります。こうすることによって繊維がきれいに取り除けます。あとはよく切れる包丁を使ってこのまままず底の部分をきれいにトルネしていきます。この時常に先ほどあった写真の青で囲んだ部分をイメージしながらトルネしていきます。
今回フォアンはこのように8カットしてから包丁できれいに取り除いていきます。この後アーティショイタリエンヌを作る時にこの8カットにしたアーティチョークが必要なので、このように先に切ってフォアンを包丁を使って取り除いていきます。手早くすれば色が変わりにくいので手早くしていきます。このようにちょうどフォアンの境目ですねのところを包丁を使ってそのままきれいに切り落としていきます。もちろんトルネし終わったアーティチョークは最初に用意したレモン水に入れてください。それではここからはアーティショアライタリエンヌに必要なガルニチュールを用意していきます。まず生ハムの端の部分、もしなければベーコンでもいいです。生ハムの端の部分をまずブルノワーズに切っていきます。油とか筋があっても構いませんので気にせずにブルノワーズにしていきます。続いて左からイタリアンパセリ、セルフィーユ、エストラゴンになります。きれいに洗って水気を切ってちぎったものをしずれしていきます。この時香草を切る時は必ずよく切れる包丁を使ってください。切れない包丁を使うと繊維を潰してしまいます。それと風味が飛んでしまいますのでよく切れる包丁を使ってください。このようによく切れる包丁を前後に動かしながら香草を切っていきます。よく切れる包丁を使うとこのようにまな板もきれいなままになります。緑色の汁がついていません。次にトマトをエモンでしていきます。湯むきをします。まずヘタの部分をきれいに取り除きます。この時しっかり芯の方まで取り除いてください。その後てっぺんに軽く傷を入れてよく沸いているお湯の中に10秒ほどつけてエモンでします。トマトにもよりますけども10秒ほど熱湯につけてその後すぐ氷水につけます。こうすると皮がきれいに剥きやすくなります。湯むきという作業になります。よくトマトが冷えたらすぐに水から引き上げてください。このまま水につけておくと切り口から水が入って水っぽくなってしまいます。この後4つに切って種の部分を取り除いていきます。きれいにトマトの種を取り除いてください。その後ブルノワーズに切っていきます。火をつけた鍋にオリーブオイルを入れます。そこにブルノワーズの生ハムとローリを入れてゆっくり炒め出します。軽く生ハムが炒まったところで水気を切ったアーティチョークを入れます。そこで汗染め、塩コショウをきっちりとします。
ただ生ハムから塩が出ますので、塩はいつもより控えめで汗止めしてください。アーティチョークと生ハムとオイルが全体的に馴染んだら、ここで一旦蓋をして表面から火を入れていきます。軽く全体的に火が入った状態でよく混ぜて、ここでブリュノワーズのトマトを入れます。トマトを入れてよく混ぜて全体的に馴染んだら、ここでバンブラン白ワインを入れます。この時やはり多少酸味のある方がいいと思います。甘すぎても重くなるので、酸味の効いたシャルドネでいいと思います。アルコールを入れたら、ここできっちりとアルコール分を飛ばしていきます。きっちりアルコールが飛んだところで、フォンドボー、茶色い子牛のだし汁を入れます。今回フォンドボーを使いましたけども、鶏の茶色いだし汁でもいいと思います。またフォンドボーなどの取り方は動画がありますので、そちらを参考にしてください。フォンドボーを入れた後、蓋をしてゆっくりと火を入れていきます。だいたい20分経ちました。アーティショーにもよりますけども、必ず火が入ったかどうかは確かめてください。このアーティショーカミューですけども、生焼けというかクロッカンで食べることはありません。基本的にビアンキューですね。フォンダンな状態で食べますので、きっちりと火を入れてください。最後にデュクセル・ド・シャンピニョン、マッシュルームのデュクセルを入れてソースを仕上げていきます。またデュクセル・ド・シャンピニョン、他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。最後仕上げに香草のしずれを入れてよくなじませます。香草も軽く火を入れてやると香りが立ちますので、ここで軽く全体的に混ぜて最後火を入れていきます。これでアーティショーアライタリエンの完成になります。それで温めたお皿に盛り付けていきます。最後上から香草のしずれをかけてアーティショーライタリエンの完成です。日本ではアーティチョークなかなか手に入らないかもしれませんけども、手に入った時は必ず挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。